韓国ソウル地下鉄新林駅。着いた地下鉄2号線が通ってるからか駅周辺も人が多い。ちょっと行ったらソウル大学もあるってことで、今日行くところはこっち。学生街というイメージもある街。そんな森林の街をこちわさびが今日も行く。森林駅3番出口を出るとマンドゥの湯気が包み出す。地面に何か書かれてる。スターライトストリートからのシノン市場。スターライト、月の明かりってことやんな。そうやで、俺は今日小さな月の明かりを目指して進んでいく。駅出てまっすぐ来たら少し大きめの路地が見える。ここ入っていくんやな。電子タバコの瓶やろうけど、ちょっと哺乳瓶に見える。腹減ってると何でも食べ物に見えてまう。電子タバコって今配達もしてくれんの？路地に入ってくると数多くの飲食店が見え始める。まあでもこの辺は夕方以降お酒飲みながら食べるとこ多いやろな。反対側にも阪神ポチャ。昔よう行った。もうちょっと若かった時に。もう今そんな朝まで飲まれへん。そうか、森林丼といえばこのスンデタウン。以前俺はここにも食べに来た。動画見てや。いや見てたらまた食べたくなってきたわ。ペクスムでまた来るわ。今日行く店はそのスンデタウンのすぐ目の前。見えてる。スンデはもちろん好きやけど、今日の料理もかなり魅力的。着いた。早くもう腰냄새가 여기까지 나는 것 같아요。今日のお店はおちょんじ。85年から営業してるってことは40年か。窓開いてるやん。だからかすかに匂いしてたんやな。そう、今日のお店は2階にある。あかん、もう腹減った。腹減った時ほど嗅覚は鋭くなる。匂いにつられながら階段を上って入店です。こちらのメニュー、メインメニューとして書かれているのがイカとサムギョプサルのおサム、イイダコとサムギョプサルのナクサム、イカ単品、イイダコ単品、イカとイイダコのオナ、そしてセリの追加もできる。店からの提案メニューも書かれてるやん。最初の注文は同じメニューの2人前以上から。じゃあ早速注文。오삼 2인분하고요. 그리고 진로 하나만 주세요. 오삼으로 1인분 진로요. ね、やはり一番の基本、おサムを頼んだ。待ち遠しくて小刻みに体が揺れる。そんな時何よりも最初にまずこいつが出てきた。ちょっとこの席太陽の光強いんです、ごめんなさい。基本的に店員さんが全てしてくれる。そんな時運ばれてきた基本のおかずはペッキムチ、ムセンチェ、キャベツの千切りサラダにワカメ、そのワカメをつけるソース、最後にキュウリの冷たいスープ。ほんできた。腹は減ってるけどこれだけは入れなあかん。ぐるぐるこいつも太陽の光で生き生きと登っているぜ。ローリング。今日のこのメニューにはこいつが合わんはずがないからね。まずは豚とイカが近寄ってきているのを感じながら本日1杯目。春闘やテラス月夜の笑い声、ありがとうございます。ガマの鳴き声にこうしたかのように鉄板の中ではぐるぐるときれいに混ぜられる。セリがええ色してる。そんな俺は湯気と戯れる。見られてた。すいません。真剣な顔しとこ。もう少し時間かかりそうやからこのワカメを採取していく。それをこのチョジャンベースのソースにつける。長いワカメをパクリ。シャキシャキとした歯応え。俺はこういうなんともないおかずって好きなんよ。ワカメも好きやし。チョジャンも赤いし、こいつも赤い。美味しく食べる方法の下に注意書きみたいなんが書かれてる。上から3つ目、ヤンニョムが飛ぶ恐れがあるからエプロンをつけてくださいやって。横にはエプロン。こんなこと書かれんと俺はせえへんのか。エプロンの中でもこれ一番赤いんちゃうか。そいつをしっかりと装備。俺も赤いし、お前も赤い。
くだらんことしてる間に料理は完成に近づく。慣れた手つきで混ぜてってくださる。手持ち無沙汰の俺はチロ、はよ食べたいな。なんかおっしゃられる。 오징어 미나리떡 먼저 드시고요. 고기만 조금만 더 이따가 드시면 되세요. 고기 빼고 다 먼저 드시면 됩니다. 맛있게 드세요. 完成です。出る湯気が最高潮に達した時、俺の手はこの分厚いイカを2切れ掴み上げる。知らんうちにイカは鉄板の中で筋トレしてたんちゃうかっていうくらい分厚い。期待を膨らまし一口。海辺で遊んでただけやのに、海は割れ始め、深海への大階段が俺を導いてた。膨らんだ期待が裏切ることはなかった。見たでしょ、あの大きなイカ。プリプリすぎて噛むたびに跳ね返ってくる。ヤンニョムは少し辛め。あかん、これもう辛すぎて全然食われへんわっていう感じでもない。読んでるで読んでるで。人釜ジャンプがオリンピック級。俺は前のめりでグラスが傾いていく。やっぱりこいつと相性最高。同じく最初に食べてと言われたお餅とセリ、お肉が一緒についてくる。ちょっと待ってて、君は後で。やはり寒い時期から暖かくなってくるとセリが食べたくなるよな。セリ独特の香りが鼻から抜け、お餅はお餅でそこに弾力をプラスさせる。あかんで、これ止まらんで。これはイカの足の付け根の部分やな。そこにセリの茎をトッピング。カモン。夫婦の時間がもったいない。パクリ、もう想像通りなんよ。足の付け根の部分はコリコリしすぎてるやん。ええやん、たまらんやん。店員さんが置いていった3種の神器の一つ。このヘラでお肉の様子を少し確認。あ、もう一度出してるやん。あかん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 。神器は戻してお箸を持つ。またこのお肉も大きくてがっつりしてるやん。湯気から出てきてこんにちは。あ、そうや、これは絶対欲しなるやんか。ガマちゃんを事前準備。俺の両手が重要文化財。まずはこの準備したガマちゃんをぐぐっと喉に滑り込ませる。そして一口。待ちくたびれたお肉はガツンとした噛み応え。しかもこのヤンニョムとよう合うわ。なんかチェユッポックン食べてるみたいで俺好き。ただ一気に入れすぎて口の中が火の車。なんやこの可愛らしいのは。お餅っぽいねんけど、さっきのとは形の違うお餅かな。こういう料理お餅にも合うよね。噛んでると、ああ、中からチーズ出てきた。少しの箸休めにきゅうりの冷たいスープ。ずーっと食べてると辛さを感じるから、これで少し和らげる。熱々のものに冷たいスープ。なんかシャキンとなるよね。っていうかほぼ全部飲んでもうた。イカ漁師見習いの俺はイカを釣り上げる。張り切って釣ったイカはめっちゃ長い。これはありがたい。下から包み込み食い。イカが3切れついてきた。歯ごたえも3倍。あかん、ちょっと落ち着こう。こっちも長い。無線チェも下から包み込み、口の中が甘酸っぱさで満たされる。今までは別々に食べてたけど、今度は合体。言うてもこうやって一緒に食べるのがこの料理の醍醐味。あ、俺はなんだかんだで2手3手先を読む男に成長した。俺を舐めるなよと表現するこのため息。再び事前準備をした俺は左手でガマちゃんぐぐっと一杯。そしてパクリ。イカと豚の香りが混ざり、これはもう鉄板のイリュージョン。飲み込んだと思ったらすぐ思い出す。後から追いかけてくるこの旨味をもう一度。夫婦大きくパクリ。正直こういうおじんおぼっくんみたいなのって水分出るから難しかったりすんのよ。でも鉄板の上で炒められてるからこれがちょうどええのよ。マジで最高。あ、そうそう、ペッキムチや。もちろんそのまま食べても美味しいけど、まず豚肉を掴んでダイビング。大きめのイカを掴んでダイビング。そして青々としたセリを収穫した後ダイビング。もうこれが一つの料理になってるやん。それをこっちから、もう一度端っこから丁寧に巻いてあげる。綺麗なお姿と言ってもでかいねんけどね。ただこれは一口でいくのが正義。ペッキムチに巻かれたおさん。こういう風に食べるとやはり辛さはマイルドになる。
その上ペッキムチの酸味も入ってくるから口の中で旨味が広がる感じもする。辛さの中の救世主。そしてこいつもずっと食べてて口がヒリヒリした時にこういうサラダは最適。一口がでかい。やはり欲望という湯気に包まれてる。でもなんかおじんおぼっくんって辛いの分かってんのに食べたくない。これ不思議なんよ。そしてこいつも俺を助けてくれる。一度飲んでなかったのに二度飲んであるはずがない。虚しく響く氷の音。 그거 오이냉국 하나. 신기하네. すぐ出てきた。そういや考えてみると日本料理の中で食事中に冷たいスープを飲むってあんまりないよな。地方の郷土料理とかにはあったりするけど、暑い時とか最高よね。こうやって口の中を冷ました後は再びペッキムチ。豚肉もそろそろ少なくなってきた。ドスン。漁師見習いはこれだけしか釣れずダン。セリも追加したかったけどここで追加してもな。シャキン。一応3兄弟は揃った。だいたい3兄弟って仲悪いねんけど、今日は仲良くペッキムチに包まれる。正直俺この食べ方好きや。もちろん辛さを抑えてくれるっていうのもあるけど、プリプリとしたイカにがっつりとしたお肉、セリの香ばしさにシャキシャキとしたペッキムチ。3兄弟の絆が見える。4兄弟か。そしてそんな時に欠かせないのがこのガマちゃん。やはりこういう料理には必須の友達。ぐぐっと一杯。口の中で混ざり合い化学反応を起こしてくれる。俺も化学反応を起こそうとしてる。昼下がり한 구석에 히터리 사케 오징어 쯤익히 무너지기만 해니 사무겹 사르도 허물면 가슴속 여기를 나이트노 모습 가오열이 긴 백김치에 아야츠 아래 스푼 대 추억의 카케라오 싸며 막해 않겠다고 얼굴 나가 크시대 어렴풋이 기코에르 웃은 옷소리燃え尽き症候群になってる俺。どうしようかな。やっぱり定番のあれよね。 볶음밥 하나만 볶아주세요. 예. ここで作ってくれるやろ多分。きた。具はわざと少し残しておいた。温度確認されてる。あかん、緊張してきた。ご飯が入る。そして続けて上からごま油のシャワー。あかん、こんなん目の前で見せられたら鼻がピクピク動くやん。上からドバッとかけられる。セリと海苔や。物語の第2章はここから始まる。再び仁義が動く時、それは鉄板の上で具材が踊り出す時。実は見えてへんけど俺の心も踊ってんねんで。いや見えてたわ。ペロリ。ほら、感じにまんべんなく混ざってきてる。でもちょっと色が薄いんかな。 혹시 싱거우시면 말씀해주세요. 양념 더 해드릴게요. なるほど。実はわざと薄味にして作られてる。ということで本日の締めチャーハン完成。いやちょっと俺もやりたかったんよ。大丈夫かな。気分だけでもやってる風。はい終了。モーゼのごとくチャーハンが割れる。
そしてスプーンでご飯をつかめるだけ掴んでいく。きた。でもまだ食べられん。めちゃくちゃ熱いから慎重に冷ましていく。もう何回も見てきたでしょ。食べたけど熱くて口から戻すシーン。そんなんもういらんねん。パクリ。恐る恐る口の中に入れていくけど、さっき店員さんがおっしゃったことようやく分かった。結構な薄味。それがええねん。だからうなる。スプーンは嘘つかない。ほらたんまり。こういう締めのチャーハンって結構濃いめの味で作られてるとこ多いけど、正直もうこの段階でそんなに濃いの欲しくなかったりするやん。自然と手が伸びるペッキムチ。せやこれや。白い絨毯がお皿に置かれ、俺の手は忙しく動き始める。白い絨毯の上にチャーハンが降臨。ここは一応きれいに整えてあげなあかん。後であれやるからさ。そしてお皿は宙に舞う。ここからが最後のミッション。うまいこと負けるやろか。よし、これは9大点。そこからノンストップパクリ。これよこれ。再びチャーハンにも酸味が加わり、最高の締めとなる。ちょっと残ってたこのキャベツの千切りも一気に口の中に入れ、今日の食事のクライマックスを迎える。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。俺は入店前から分かってた。今日の料理とは最高の相性やってこと。だから最後の一滴まで。正直この店ナッスルしてる人めちゃめちゃ多いねんけど、まあ俺もやけど、そんなナッスルの聖地で本日最後の一杯。鉄板にこびりついたご飯を集め始める。だいたいこういう料理の最後の儀式的な感じよね。それを丁寧にスプーンの上に乗せてあげ、まっちゃんごの大切な一口となる。いやー、今日はよう食べた。幸せ。森林駅にあるイカとイイダコの炒め物の専門店。模範食堂か。結構俺今日模範的に食べたの。豚肉を入れてコクが出るのも良かったけど、何よりあのイカの分厚さの歯ごたえよ。いやー、大満足や。お、なんか書いてある。あ、ちなみに出るときこのヤクルトもらいましてん。まあちょっとお口直してここで飲ませてもらおう。で、チャン・ユンジョンノレタウン。あれ、チャン・ユンジョンさんって歌手じゃなかったっけ。その方がやられてるわけではないよね。おもな色じませい。ワンちゃん聞きたくないって向こう行ってもうたわ。また乗ればおもんな、もうええてなんてくだらんことをしながら本日の食物語はこれでおしまい。잘먹었습니다